日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。カルナック山脈、パルミナ大陸の最も北に位置し、北極ポートには4日の距離のところにそびえ立つ自然の要塞である。土河市で歴史的な敗北を喫した8軍は一路北極ポートへの進撃を続ける解放軍を迎え撃つために、この最後の砦カルナック山脈に総力を結集、フォンシュタイン政権の命運をかけようとしていた。ここの一点が少し弱そうだな。要塞をこの部分に追加配備だ。はっ。生命線であるこのカルナック山脈を突破されることは絶対阻止せねばならん。いずれ地球からの援軍も期待できる。それまで一日でも長く防衛するのだ。一日でも長くな。そうか。ここまで来るとこのマントだけじゃ寒さしのげんばい。防寒服の支給があるそうですよ、後で。そうでなくちゃもう凍え死んじゃうよ。うわ太陽の牙元気そうじゃねえか。よあんたゲリラ会議の時のだなっす。大地の絆のドックさん。嬉しいぜ、覚えていてくれたか。生きてたのかお前。おう、あん時は世話になったな。いや、そんな。あんたの弟分がいたな。確かかい。確かデビットとか言ったな。ああ、奴は死んだ。連邦軍の砲撃食らってな、3ヶ月前だ。そうか、死んだのか。仲間がどんどん死んでくよ。それも終わりだぜ。あの山を越えればな、もう戦いは終わりさ。諸君、ここまでの道のりご苦労だった。あとはこのカルナック山脈を越え北極ポートに入るわけだが、問題はこれだけの軍をどうやって越えさせるかだ。ヘリで空輸するのは最も簡単だが、連邦軍の砲火の餌食になりやすい。敵ヘリの攻撃もあるだろうしな。最も安全な道は歩くしかない。山脈を越えられる場所は東側の峠、中央の V 字谷、西側の霧戸の3地点だ。東と西側は標高も1000メートル、最も進軍しやすいが、共に2日ほど迂回することになる。 V 字谷は2000メートルと険しいが、北極ポートへは最短距離か。どの地点に連邦軍が主力を置いているかですね。私は東側の峠がいいと思います。山越えの困難さを考えれば2日の回り道の方が早いのではないかと。私も V 字谷を避けた方が。進軍しやすければ敵の守備もそれに比例して厳しいはずだ。そうだ。地球側の援軍が派遣される恐れのある現在、援軍より先に北極ポートを抑えねばならない我々には、一日たりとものんびりしていられぬ情勢にある。今偵察ヘリを飛ばしていますから、次期報告が入ると思いますが。守備隊を打ち破るのに2日、
山越えに1日かけたとしても中央突破がいいだろうな。主力は V 字谷から進軍する。ジェロック、君の隊は東側の峠を。ガボール君の隊は西側の霧戸を進んでくれ。わかりました。我々は君たちより1日早く北極ポートに入る。向こうで会おう。我々は主力を中央の V 字谷に置く。東と西に寒冷地大浜を1機ずつ配備。中央には2機。なぜ一番の難所に主力を？東側西側ともに進軍しやすい。当然そこに我々が待ち受けていると奴らは読んでいるはずだ。そしてその裏をかいて手薄と思える中央を奴らは来る。しかし読みすぎではないでしょうか。情勢から言って解放軍は一日でも早く北極ポートに入りたいのは明白だ。少しぐらい無理しても必ず中央突破してくる。ザルツェフとはそういう男だ。守備隊が少しぐらいはいると思っているだろうが、まさか総力を挙げて待ち受けているとは思っていまい。来たぞ。こちら山にも一日の敵戦闘兵敵に遭遇。敵より必要に追尾攻撃中。なお中央 V 字谷に簡易型要塞7機確認。北極ポートは寒いですからね。コートを持っていった方がいいですよ。わしは寒いのには強いんだよ。いつも懐が寒いんだよな。じゃあ行ってくるよ。あ、デイジー。解放軍の動きに地球側がどう対応するのか見たくてね。北極ポートに行ってみようと思っているんだが。向こうは戦場になってしまうんでしょうか。難しいね。なるかもしれない、ならんかもしれない。ロイルさんのことで父の会社が随分新聞に叩かれていましたけど、そんな時期にどうかと思うんですが。父に孤児院に寄付してもらおうと思って、そんなことで父の会社が許されるとは思わないんですが。孤児院もかなり苦労しているようだね。君も少し疲れているようだが。私は大丈夫です。ただ子供たちがかわいそうで。戦争で一番苦しめられるのは何の力もない人々だからね。一方では武器まで売って儲ける。その一方で孤児院に寄付。儲け方と使い方は違うものだが、富というものは魔物だな。怖い代物だよ。その寄付を受けたところで孤児院の評判が悪くなることはあるまいが。私には何も言えないが、一時的に孤児院の危機を救ったとしても全ての解決にはならんような気がするがね。もう少し歯を食いしばってごらん。辛いだろうけど。そうすれば。はい。じゃあ飛行機の時間だ。クリンクに会ったらよろしく言っとくよ。大した残高じゃないが、これを銀行で解約しなさい。子供たちのおやつの足しにはなるだろう。ラルターフさん。さあみんな乾杯してくれ。ラルターフさんの可愛い友人のためにな。よし来た。少ないけど参加するよ。どうも。四五日は酒をやめにするぜ。その分だ。給料前借りって手もあるからね。どうもありがとう。いいんだいいんだ。ラルターフさん。何か。それさ。レンジャー部隊は予定通り作戦を実行しろ。
いい仲間になれそうだったのによ。みんな死んでっちゃうな。さあさあ、どうした。戦場で会場は禁物だよ。自分たちがやられちゃ元も子もないんだからね。作戦失敗。なぜ失敗したんだ。確かにカルナック山脈は自然の要塞とも言われているパルミナの難所だが、ザルツェフ君でも落とせなかったのか。あそこが落とせないとなると北極ポート入りは難しいな。いや、1日2日遅れるだけでしょう。そんな悠長なことを言ってる時期ではないのは分かってるはずだ。いや、しかし作戦を変更して東側の峠越えが一番無難ではないかな。うん、ここは確実な作戦が一番だろうな。博士、作戦変更の連絡を出してください。私はザルツェフ君を信頼する。え？我々が浮き足立てば現場に影響が出る。今はじっとザルツェフ君を信じる。あ、これはカルメルさん。いろいろ考えた末、あなたにお会いして今後のご意見を伺ったりご相談をしたいと思いまして。なるほど。私もそろそろご連絡しようかと思っていたところです。あなたは自由に動けないでしょう。人の目もありますから、私からそちらに伺いましょう。そうしてくださると助かります。どこか人目につかぬ場所はありませんか、そちらに。離れ島があります。ドガ湾の沖合に。あ、わかりました。明朝6時にお会いしましょう。ではその時に。ヘシ・カルメルさんですね。ラコック弁務官ですか。ええ、そうです。はじめまして。いや、思った通りのお方だ。え？面構えといい要望といい、政府の代表としてふさわしい。いや、つまらんことはよしてください。私としては和平の道を残しておきたいのですが、どうも解放軍の北極ポート進軍は致しかゆしというところでしてね。連邦評議会の中でもいろいろと意見が分かれていましてね。デロイアとの今後に。形勢は全面参戦の強硬派が世論を動かしつつあります。全面参戦？地球側が全面戦争を決意すれば、デロイアにとって非常に不幸な結果になるのは明白です。先日地球に援軍派遣を要請したのも、強硬派をいつまでも抑えているわけにはいかなかったものですから。それでは。それもこれも解放軍が北極ポートを攻めたりして地球を刺激したからですよ。しかしまだ手は残っているんですよ。そのためにあなたのような和平論者と手を結びたいのです。では今後の動きは解放軍の出方次第だと。その通りです。デロイアのためにあなたに何とか手を打っていただきたいのです。当北極ポート直行便は帝国に到着の予定です。今しばらくおくつろぎください。なお現地の気象状況はこの分だとコリン君たちは雪の中か。じゃあこれじゃたまらんばい。こんなもの着ててもちっともあったかくならねえやったく。今まで暑いところにいたんですからすぐには慣れませんよ。あっちはい元気？バカは便利だな。お前寒くねえのかよ。神道を滅却すればだなし、ひもまた可愛いだなし。
この野郎かっこつけやがってとらうり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 おい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 ならったこうでもしなきゃ寒うて我慢できません。おいらも暴れんぞ。それだ。おいこいつ後ろからとは卑怯なガキだ。やったやったな。やめろ、みんなやめないか。止めんなよクリーン。何体温めてだけだい。バカだね。汗かいたら風邪ひくじゃないか。こんなこつけ。なんだか不便なことになっちゃったみてえだな。思ったより早く要塞を配備されてしまった。しかも下からの攻撃には岩が崩れて頭上に落下してくる。三方から狙い撃ちできるし、遠くからも攻撃できないと来てやがる。うまく配置してあるぜ。しかしこのまま手をこまねているわけにはいかないでしょう。上から攻撃できそうだな。この要塞は下からの攻撃に備えたもので、上は無防備なはずだ。ヘリに限りがあります。空からでは。いいか、ヘリでダグラム、アイアンフットを敵の後方の岩場に吊り上げ、そこから要塞を攻撃できる。その後中央から歩兵が攻め上がる。ただし吊り上げる時間はわずかしかない。敵の戦闘ヘリの攻撃をかわさねばならんからな。少佐、コンバットアーマーの整備完了しました。いつでも出撃が可能です。よし、要塞は思った以上に強固だが万一ということもある。寒冷地用アーマーを残し、全てをやはり V 字谷へ向かわせて総攻撃に備えろ。はい、わかりました。寒冷地用アーマーは険しい岩場でこそ威力を発揮する。解放軍はダグラムを移動し始めました。何？搬送ヘリで吊り上げ谷を越える気でしょうか。敵戦闘ヘリです。おい、そっちは大丈夫か。4発被弾、操縦不能。早く下ろしてください。要塞の後方ならどこでもいい。あれか。クリーン遅いな。あれだけ攻撃されてるんです。急ぎという方が無茶というもんですよ。これにしても遅すぎるわい。北だなせ。今だ、行くぞ。よし。残りの
要塞はあと一つです。奴らが登ってきたぞ。うわっ！ダメだ、相手の動きを止めることができない。今だ！第一次カルナックの攻防は終わった。解放軍損害アイアンフット1、搬送ヘリ2、装甲車大破3、死傷250名。白い城壁が解放軍の北上を拒み続ける。だがどんなに困難でも、どんなに犠牲を払おうとも、ここを越えねば新しい時代は呼べない。デロイヤ150年の歴史の分水嶺カルナック。北か南か、時代はどちらに流れるか。次回激戦カルナック越え。 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション